今回はこの汚い中華料理のレンジですね、ガスレンジ、これがですねどういったものなのかということをね皆さんにね、紹介していきたいと思います。全く必要のない知識でございます。それでも見ていきたいと思います。まずなんでこんな汚いか、当然なんですけど、こんなねもう大火力で商売をしているわけなんですね。我々っていうのはもうほぼ火事ですね。これは火事のレベルで火力を扱っています。こんなの家でやったらすぐ壁が燃えちゃいますからね。でもね、この辺は大丈夫です。ごっついご徳がありますんで。でどうなってるかっていうと、こうなってます。もう見たことのない形状になってます。これ一応三つ葉っていう形なんですけど、これにも、ね、他にもねエンペラーとかドラゴンっていうねもっと火力の強いやばいやつがあります。でこんな感じでね使っていくとねもう不完全燃焼してるんですよ。この赤い火が出るってことは不完全燃焼なんですけど、一般の方にはね燃えてるじゃんって思うかもしれないんですけど、これだとね火力が弱いんです。で火が出てないとこありますよね。これなんで火が出てないかっていうと、いろんなものがねこの中に詰まっちゃうんですよ。鍋にね、鍋をバンバン振っちゃってるとこの中が詰まっちゃってるので、こういった不完全燃焼が起こっちゃうっていうわけなんですよ。これじゃあね美味しい中華は作れないと、マシュマロぐらいしか焼けねえぞということでねこちらの方を我々はメンテナンスしていくわけなんですよ。じゃあこれどうやってメンテナンスするのかというとですね、まずこれをね引き抜きます。これ意外とね簡単な作りになってるんですよね。ただね刺さってるだけなんですよ。なので簡単にスポッと抜けます。こんな感じね。もうめちゃくちゃ汚い。これ普通ちょっと見せるのはね恥ずかしいレベルですね。汚いんですよ。はい。これを掃除するとなるとね2024年になりますから。でね見た感じこれですね、もうさまざまなね食材だったり油だったり米粒だったりいろんなものがねもうガッチガチに固まってるんですね。もうギトギトです。はい。もうギトギト恥ずかしい。これは恥ずかしいですね。もう肛門を見せてるようなもんですから、こんなものは。はい、でもねこちらの掃除の仕方、全くね、一般の方にはねいらない情報なんですけれども、こういうの見てて面白いかなと思って紹介していきたいと思います。はい、これは本当にもうカーボン汚れといいますか、カーボンにもなってない汚れですね。もう油汚れと言っていいでしょう。はい、これをきれいにしていきます。これをきれいにする方法は焼くですね。もうシンプルに焼いていくんです。油が灰になるまで火をつけて高温で熱していくっていうわけですね。こうやってガンガン下の強火で炙っていくと、この中に入っている油たちが全部きれいにすっきりに焼けていきますんでね、今回一発撮りなのでちょっと適当なことを口走るんですけれどもご了承くださいというところで、はい、こんな感じでねボンボン燃やしていきます。とにかく燃やすんですね。するとねすごい煙とかねさまざまなものが湧き立ってきます。はい、もうね熱くなります。もう厨房ですね。厨房が熱くなるんですけれども、容赦なくガスバーナーの方を焼いていくんですね。でこれ素材は何かっていうと鉄ではないんですね。鋳物と呼ばれるもので、本当になんていうんですかね、砂の形にドロドロっとしたやつを流し込んでできるやつですね。マンホールとかと同じ素材です。だからすごく頑丈なんですよ。錆びにくくてね結構力強いやつです。どんどん焼いていきます。でこの中とかもねどんどん煙が上がっていきます。焼いているうちに本当にね臭い匂いとかもね出してきますんで、これは強力な換気扇がないとね死ぬレベルですね。はい、ここを焼いているうちにですねガスレンジをきれいにしていくというやつをやります。はい、もうとにかくね油汚れとかね常にいろんな蓄積物が出てくるので、逐一ねきれいにしていかないと中華の厨房っていうのはもう大変なことになってしまうと。掃除が命ですね。はい、どこもかしこも皆さんのキッチンは掃除されているでしょうかね。もう掃除はね本当にした方がいいですよ。いつの間にか壁とかもね油汚れになっちゃいますから、してるっていう話だと思うんですけれども、こんな感じでね流していきます。でこの中華のレンジ五徳はね本当にもう油汚れがねすごくて、もうこれもですねもう本当に毎日やるかっていうとこの内側はね余りですね。はい、余りなんですね。綺麗なお店もありますけどね、そうこうしてる間にねどれぐらい燃えてるかというともう不安になるぐらい燃えちゃってるんですね。もう火事ですね。これは完全にちょっと怪しがりて寄りてみるにもう本当に燃えてしまっているという風な状態ですね。これは中の油たちがもう火がついてボンボン燃えているような状態になります。もう僕 iPhone で撮ってるんですけども、ちょっとね何度か携帯がダメになっちゃいました。冷やしながらね使いました。もうこんな感じでねボンボン燃やしています。もうほぼねキャンプファイヤー状態ですね。で中もねほら中にこんな感じで燃えてるんですよね。はい、すごいですよね。こんな感じでね手入れをしていくというやつなんです。でこのカーボン汚れ、ここについてはカーボン汚れはもちろん焼けないのでガリガリ落としていくしかないですね。もうだいぶ綺麗になったかなというふうに思いますね。こんな感じです。はい、綺麗になったんじゃないですかね。もう変なところから火が出てしまっているという、もうやばいぞと。
でもいいんですね。こんなぐらい燃やさないとやつらは綺麗になりません。もうこれぐらい燃やしていきたいと思います。はい、いいですよね。こういう火を見てると、結構人間はね昔から火を見ると落ち着くって言われてるんですけれども、僕はねこれを見てねよくね落ち着いてます。はい。中華のね厨房にはこういったね巨大な換気扇がついてますので、これのおかげでなんとかね仕事ができるっていう感じですね。なんでガンガン燃やせるっていう風な感じですね。はい。そうこうしてる間にねもうだいぶ綺麗になってきたかなと思います。はい、もうこれ完全にね綺麗にするってなるともうそれはもう1週間ぐらいかかっちゃうのでね、もうできるところまでやろうぜっていう風なところですね。はい。もうだいぶ綺麗になりました。はい。でこんな感じでもうめちゃめちゃ燃やすとですね、もう灰になって火がもう止まります。はい。ここまで来たら今度はひっくり返します。もちろんねもうここまで来たら素手で持つなんてもう鬼の所業でございますから、こういった工具を使ってひっくり返していくわけなんですね。はい。そしてまた火をつけて再度反対側も焼いていくということですね。でねこれちょっとジレンマなんですけれども、この中に入っている油が下に落ちて逆に焼いている方のコンロも赤火になってしまうっていうことがあるので、これをやるとねもう全部焼かなくちゃいけない、全部のガスバーナーを焼かなくちゃいけないっていう風になるんですね。こんな感じでねもう灰になっていきます。はい。である程度もうしっかり焼くことができたら今度は筒の部分も焼いていきます。もうすごいですよね。もうゴジラ VS デストロイヤーの時のゴジラぐらい赤くなってますけれども、もうこれぐらい焼いてあげないとねダメです。はい。そしたら筒の方も焼いていきます。はい。こうですね。なんかあれですね、火あぶりの刑みたいな状態になってますけれども、これもね筒のところにもねガスの油の汚れが溜まってますので、ここもしっかりと焼いていかないとダメなんですね。いいですね。あまり見ることのない光景ですよね。何を僕はナレーションしてるんだってもう思ってしまいますけれども、いいですねこれでもね。はい。ここもしっかりと真っ赤っかになるまで焼いていきましょう。するとこんな感じでねもうそれは全部灰になってくれますので、これを洗っていくんですけれども、このまま水に突っ込んだらそれは大変なことになるので、これをですね一旦粗熱を取らなくてはいけないという状況になっております。で粗熱を取るにはねもう外に置くが一番いいですね。もう最近ね雪が降ってきましてですね、私の住んでいるところははいこうですね、もう今マイナス3度ですから、はいどういう絵っていうどういう絵っていう感じなんですけれども、はい、粗熱が取ったら今度は中に入れて水洗いですね。はい水洗いしていきます。ここでようやく水をかけられますね。それでもかなり余熱があってね熱いんですけれども、で灰になったところをきれいに洗っていきます。こうですね、ゴシ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 と裏側もゴシ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 、はい筒もゴシ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 ですね。でここにですねホースを突っ込み風水のようにですねこの穴をですね一個ずつ丁寧にこのドライバーみたいなやつでね刺して、この穴を詰まりがないか軌道を確保していくんですね。軌道というんですかね。で反対側も一緒です。こんな感じですね。何度もズコズコ穴に刺してきれいにしていく作業でございます。でそしてですねもうカスがなんか、ね、結構出てくるので、このカスを全部出し切って乾燥させていきます。さあどうでしょうか。もうめちゃめちゃ綺麗になりましたね。最初の汚い感じはもうどこかへ消えてしまったと、もう灰にしてしまったというところでございます。いいですね。そしたらね乾燥させないとこれは使えませんのでまた焼きます。はい。でもさっきみたいにチンチンに焼くんじゃなくて、水分が切れればこんな感じで切れてしまえば OK ですね。さあ綺麗になりました。ものすごく綺麗になりましたね。これでね火力っていうのが戻ってくるんですよ。これの作業をねメンテナンスとして何回もやっていきます。はい。でこれをまた刺して戻します。すると火力の方はどうでしょうか。もうこの色がですね一番強い色でございますね。ちょっとなんか紫みたいな感じになるのが、この色が一番いい火力です。これで美味しい中華が作れることでしょう。もうこれでねマシュマロなんか焼こうもんならすぐ溶けてなくなりますから。はい。っていうちょっとね今回はガスレンジの紹介という初めての試みでございました。さよなら。